この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。皆さん、スマホやパソコンをネットに接続するときどうしていますか？基本的には Wi-Fi などで無線接続することが多いかと思います。通信機器の中でも特にこういった無線 LAN ルーターやスマートフォンは有線のケーブルを使わずに数百メガヘルツから数ギガヘルツの電波を使うことで無線通信をしています。今日はそういった無線通信をする機器から出される電波を使って発電することはできないのかというのを検証していきます。こちらが実際に作ってみた発電素子です。こんなんで発電できるのかなと思うんですけども、実際に検証を始める前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。今年もディジキーバックトゥスクールの季節がやってきました。学生の工作プロジェクトを応援するディジキーのキャンペーンです。今年はなんと豪華な電子工作&計測器セットが5名様に当たります。中身は当たってからのお楽しみです。また今回は特賞に選ばれるとテレダインレクロイの電源がなんともらえます。応募方法は簡単で、氏名と大学、短大、高専などで使っている自分のメールアドレスを入力するだけです。毎年日本からも多くの応募者、そして多くの当選者が出ています。今年もたくさんの学生さんの応募をお待ちしています。応募期限は10月24日までなので、概要欄にあるリンクから忘れずに応募お願いします。今回は無線機器から出される電波を使って発電していくわけなんですけども、こういった周辺の環境に存在する微小なエネルギーを集めて電力に変換することを環境発電と呼びます。環境発電、英語ですとエナジーハーベスティングです。直訳するとエネルギー収穫という意味なので、こちらの方がわかりやすいですね。身近にあるエネルギーで捨てられていたり、有効活用されていなかったり、そもそも誰もそんなの使わないよ、みたいなエネルギーを今日は集めて使ってみたいと思います。ここに例を書いていますが、環境発電のやり方には色々あります。光、振動、熱、電波などを使って発電します。光を使ったもので一番わかりやすいのが太陽光発電です。ただ環境発電に使うような場合ですと、室内レベルの弱い光でも発電するようなものが多いようです。電卓に太陽電池がついていることがありますが、あれはまさにエナジーハーベスティングですね。次は振動を使う場合、これは結構わかりやすくて、例えば人が歩行するところに振動で発電する素子を埋めておいて、振動発電だなんてやっている事例もあります。そして次、熱ですね。エネルギーってですね、最終的には熱の形になっていきます。熱はエネルギーの墓場とか呼ばれることもありますね。そういった熱を環境発電で有効活用することもできます。熱の場合はペルチェ素子を使うと分かりやすいです。片方の面に触れることで温度差が発生し、その結果ペルチェ素子から電圧が出てきます。実用例なんですけども、工場の配管にペルチェ素子を貼り付けて外気との気温差で発電するデバイスなんかも開発されていますね。あとは腕時計にペルチェ素子を内蔵して外気と体温との温度差で動く腕時計なんていうのも一時期ありました。そして今回なんですけども、電波を使って発電してみます。電波は目で見ることはできないんですけども、身近に溢れていて、テレビやラジオの電波であったり、Wi-Fi だったり、そういったものが空間中を飛んでいます。今回はその中でも特に無線 LAN 機器が出す電波を使って発電することができないかというのを考えたわけです。実際どれくらいの強さの電波が出ているのかというのをこのスペクトラムアナライザーを使って見てみます。今は特に電波は出ていない状態です。こちらにちょろちょろ表示されているのがありますが、これはですね、他のところから出ている電波、この近傍界プローブを使って検出しているからです。では電源を入れてみましょう。はい、感じで起動するまでね、ちょっと時間かかるのでこのまま放置します。なんか今来ましたね。あ、これですね。これです。これ Wi-Fi の電波。今無線 LAN から電波が出ている状態です。この近傍界プローブをこういうふうに近づけていくと電波の強度はちょっと強くなる感じですね。向きを変えてみると電波の様子みたいのが変わるかと思います。ちょうどですね、本体上部のこの辺りにすると結構強そうな電波が出ていそうな雰囲気がありますね。ちょうどこの辺りですかね。こちらの無線 LAN では今何もデータの通信を行っていない状態です。例えば YouTube とかで 4K 動画を再生してみると、わかりますか？スペア内に表示される電波の出方がですね、かなり変わりましたね。こういった電波を受信して、その電波のエネルギーを電力に変えたいわけです。やっぱりですね、電波を出すときってアンテナがあった方がいいんですね。それと同じように受信するときもアンテナを使います。
というわけでまず導線とダイオードを使ってアンテナと受電回路を自作していきます。ちなみに高周波のダイオードについてはデジキーで調達しました。まず薄型のブレッドボード基板を切断してアンテナと整流回路を乗せる土台の部分を作ります。次にアンテナの線を作ります。今回は 2.4GHz くらいで使うものです。ダイポールアンテナ形状にします。これは高周波用のショットキーバリアダイオードです。小さいので取り扱いに注意しながらハンダ付けします。基板に予備ハンダしてからハンダ付けするとやりやすくなります。こんな感じでポロポロと落ちてしまいますので、本当に取り扱いには注意します。静電気にも弱いです。アンテナ部分も基板に取り付ける下準備をします。予備のハンダをしてハンダ付けをしやすくしました。基板の方にも予備ハンダをしてアンテナをハンダ付けします。外部に取り出すための端子も一緒につけました。すべてハンダ付けすれば完了です。こんな感じでできましたので、早速試していきます。光ってくれるといいんですけどね。なかなか光りませんね。いろいろと試行錯誤した結果、このようなアンテナの形状が一番光るという結果になりました。実際に試します。こんな感じですね。ちょっと暗くします。こんな感じですね。アンテナに触れると光らなくなります。まあなんか電磁波って感じしますよね。肉眼で見るとね、結構明るく光っています。向きとかもいろいろ気をつけなきゃ光らないですね。例えば今これで光ってるんですけど、90度ずらすと光りません。この位置が一番強く光ります。電波の発生源からアンテナを離していくと光り方も弱くなりますね。結構ぴったりとくっつけておかないと発電するのは難しいみたいですね。家にあるもので一番強力に 2.4GHz の電磁波を出せる電子レンジでこちらの LED が光るかも試してみます。はい。おー、光ってますね。さっきみたいに点滅する感じではなくて連続的に光ってるというか、そんな感じですね。普通に見えるくらい明るいですよ、これは。電子レンジって LED を光らせるくらいには電磁波漏れているんですね。ちなみに使っている整流用ダイオードが結構重要な気がして、ダイオードの種類によってはあまり LED が強く光らないものもあります。また動画の中で結構簡単にですね、LED 光らせたように見えるんですけども、実はかなり試行錯誤をしています。どのダイオードを使ったらよく光るのかとか、アンテナの長さとか形状をどうしたら LED がよく光るとか、そのあたりはかなり試行錯誤してきています。その結果ですね、こんな感じの形状が一番いいんじゃないかというふうになっています。どのダイオードを使うと良いかというのは正直よくわからないです。接合容量とかそのあたりが効いてくるかと思うんですけども、どのダイオードを使うと良いとかそういう傾向をつかむことはできませんでした。なんですけども、ショットキーダイオードを使うと良さそうです。こちらのアンテナから何ボルトぐらいの電圧が出ているのか、このオシロスコープを使って確認してみます。電圧高いですね。4ボルトぐらい普通に出ていますね。思っていたよりも高い電圧が出ています。オシロスコープの波形を見てみると、こんな感じでたまに波形の密度が濃くなっているところあるの分かりますか？これですね、これ。これは Wi-Fi を使って通信している時に、このように波形の密度が濃くなります。たくさんですね、データのやり取りをしているので、その分電波を出す頻度も高くなって、このような波形となるわけです。とりあえず発電できることは分かったので、この電気を何とかして有効活用したいです。
先ほどの実験の波形を見てみると、連続的な電圧というよりかは断続的な電圧が出力されていました。なので、このアンテナを他の機材につないで何か動かすということはできなくて、安定的な電圧を作るための変換装置が必要です。ですので、低電圧から動く DC-DC コンバーターを自作しました。起動電圧は 0.5V で、一度起動してしまえば入力電圧が 0.25V まで低下しても動作します。出力電圧は可変ですが、今回は 5V に設定しました。発電中のところに DC-DC をつないでみると、こんな感じです。はい。あんましうまく動いてなさそうですね。一応電圧は 1V ちょっと出ているようです。ですけども本来 5V を出してほしいので想定している動作ではありませんね。というのもこの受電している部分の電圧が結構低下しています。今アンテナと DC-DC はそのまま繋いでいて DC-DC はさらに無負荷です。アンテナとの接続を外してみるとこんな感じでですね、発電した電圧がかなり下がってしまうみたいです。これですと安定して DC-DC コンバーターを動かすことはできません。なのでアンテナのエネルギーを一旦キャパシターに貯めようかと思います。とりあえず1000マイクロファラドのキャパシターですね。キャパシターの充電を始めるとこんな感じです。結構電圧早く充電されますね。1.5V を超えてもうそろそろ 2V に到達しそうな勢いです。2V を超えました。充電のスピードは結構速いです。こちらの全開コンデンサがある程度充電された状態で DC-DC コンバーターに接続してみます。そうするとDC-DC の出力電圧は一気に 5V まで上がりましたが、電解コンデンサの電圧が一気に低下しましたね。2.3V くらいあったのが 1.3V くらいまで低下しました。なんですけども、こちらの受信しているアンテナからの電力と DC-DC コンバーター自体の消費電力が並行してだいたい 1.3V くらいになってますね。さらに DC-DC の出力に LED をつなぐとどうなるかというと、一応 LED 光ってるけど、ダメですね。入力の電解コンデンサの電圧が下がりすぎて動作不可能となりました。なので、さらに大容量のコンデンサを使ってみます。こちら右にあるのは電気二重層キャパシタ EDLC です。静電容量は10ファラドあります。先ほど使っていた電解コンデンサーの1万倍です。EDLC への充電を始めると、わかりますか？電圧が少しずつ上昇していますね。ただ先ほどの1000マイクロファラドと比べると上昇するスピードは非常に遅いです。これはなんでかっていうと静電容量が大きすぎてエネルギーが溜まるのに時間がかかってしまうからですね。しばらくこのまま放置します。しばらく時間をかけて実験した結果このようになりました。こちらが実験結果のグラフです。横軸は実験を始めてからの時間で単位はアワーです。かなり時間をかけてやった実験ですね。縦軸はキャパシターの電圧です。最初のうちは電圧が上昇しているのですが、あるところで止まっています。これはデータ通信をしなくなったからです。何かしらのデータを常に使っていないと充電は進まないみたいですね。エネルギーを貯めるためには Wi-Fi を使ってさらにエネルギーを使うみたいな若干本末転倒感がありますけども見なかったことにします。再度電圧が上昇し始めました。これは無線 LAN から電波を出すためにパソコンで 4K 動画を再生したからです。上昇が再度止まっていますが、この辺りで連続再生が止まって無線 LAN が電波を出さなくなったからでした。最終的にキャパシターの電圧は 2V 近くまで上昇しました。充電には約1日かかるという結果になりました。ただずっとデータを使っていれば15時間くらいで充電が完了しそうな雰囲気はします。1日かけて貯めた貴重な20ジュールのエネルギーがどれくらい持つのか試してみます。まずは無負荷の状態です。はい。DC-DC の出力電圧は 5V まで上昇しました。問題ないですね。一応無負荷でも消費電力はあるので、ちょっとずつ EDLC の電圧は低下していっています。電子負荷で 50mA の電流を取ってみます。はい。EDLC の電圧はどんどん低下していっています。何秒持つか楽しみですね。出力電圧が低下しました。
ストップウォッチを押すのが遅れたんですけども、だいたい25秒間の間、5V、50mA の負荷を引くことができています。なかなか上出来じゃないですかね。低消費電力なマイコンくらいなら十分動いてくれそうですね。例えばなんですけど、1日とか数時間おきぐらいにビーコンを出してくれる機器とかに使うことはできそうですね。さらに一歩進めてみると、例えばこういったリチウムイオン電池とかの組み合わせなんかも考えられます。EDLC に貯めたエネルギーをリチウムイオン電池に貯めて、さらに他の機器を動かすような仕組みも作れます。ただこれは結構チャレンジングだなと思っていて、EDLC の充電であったり、リチウムイオンバッテリーの充電をする周辺機器なんかが必要になると思います。そういった周辺機器の消費電力であったり、リチウムイオン電池の自己放電などの電力とアンテナからの電力の収支がプラスにならなければ成立しません。なんですけども、やってみる価値はあるかと思います。というわけで、無線 LAN から出ている Wi-Fi の電波を使って環境発電をやってみました。無線 LAN が使えるくらいの電源があるなら、そこから電源取ればいいじゃんって思うかもしれないんですけども、最終的な目標としては、電波の発生源から離れていても環境発電ができることです。それを実現するためにどのようにしたら電波から電力を効率よく得られるのか、多分鍵はアンテナかと思います。一応ですね、続編も作りたいとは思ってるんですけども、まずはアンテナの専門家に協力を仰いで、どういうアンテナを作ったらいいか、そのあたりから始めていきたいと思います。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがあれば、ぜひコメントも残してください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。